こんにちは、リルです。今日はあなたを使うときはどんなとき？気をつけた方がいいこととは？というお話をします。以前授業中にある学生が私に、先生、あなたは休みの日何をしていますか？と質問をしました。この場合、日本人の多くはあなたとは言いません。例えば、先生は休みの日何をしていますか？こんな風に聞きます。日本語では名前とか呼称、例えば先生とか部長とかね、お母さんとかそういうのを使ってあなたとはあまり言わないんですね。なので、例えば名前ですね。何々さんは休みの日何をしていますかとか、先生は休みの日何をしていますかとか、例えば部長だったら目上の人なので、部長はお休みの日何をされているんですか？こんな風に使います。じゃあ、あなたはいつどんな時に使うのかというと、ちょっとね、相手との距離を取ったり、相手を見下したり、下に見たり、怒っている時に使うことがあるんですね。なので、ちょっと気をつけた方がいいです。もともとあなたというのは、遠い場所とかね、方向を指す言葉だったそうです。それが二人称へと意味が変化して定着していったそうなんです。なので、相手との心の距離とか、物理的にね、体の距離を離したい時とか、怒っていることを伝えたい時には使えます。例えば、友達がちょっと失礼なことを言ったとします。その時に、ねえねえ、何それ、ちょっと失礼なんだけど、こんな風に言うと、冗談っぽく柔らかく相手に伝えることができるんですが、例えばね、ねえねえ、何あなたそれちょっと失礼なんだけど、こんな風にあなたを入れると、相手との距離がちょっと離れるんですね。それでさっきよりももっと相手に怒っていることを伝えることができます。さらに、何あなたそれすごく失礼ですよっていう感じで、失礼なんだけどとか失礼だよとかね、そういうんじゃなくて、失礼ですよということで、もっともっと相手との距離が離れて、怒っていること、自分は嫌だと思っていることを伝えることができます。なので、あなたを使う場面というのはちょっと限られてくると思います。もちろんね、これが全てではなくて、状況とか言い方にもよるので、これがね、今話したのが100%正しいわけではないんですが、ちょっと気をつけた方がいいかなと思います。なので、普通の会話では、知っている人だったら、最初に言ったように、名前とか呼称を使って、そして知らない人に対しては、あなたを省略して会話をすると自然になります。例えば、図書館の場所を聞きたいとき、ねえねえ、何々さん、〇〇図書館はどこにあるか知っていますか？こういう感じで聞けますし、知らない人だったら、すみません、あなたは〇〇図書館がどこにあるか知っていますか？ではなくて、すみません、〇〇図書館どこにあるか知っていますか？という感じで質問するといいと思います。あとは、よくドラマで見ると思うんですが、夫が妻にあなたと呼びます。これはね、ちょっと面白くて、江戸時代から使われるようになったそうです。そのようにね、言われていると。はい。奥さんが離れたところで暮らす夫をあなたと呼ぶようになったんですって。もともとあなたは遠い場所とか方向を表す言葉だと最初に話しました。なので、遠くで暮らす旦那さんのことをあなたと呼んでいたんですって。で、それがだんだん近くにいる、目の前にいる旦那さんのこともあなたと呼ぶようになって、そしてそれが今でも使われているということなのかもしれないですね。はい。ということで今日は、あなたを使うときはどんなとき？気をつけた方がいいこととは？というお話をしました。じゃあ、バイバイ。こんにちは、リルです。今日は、あなたを使うときはどんなとき？気をつけた方がいいこととは？というお話をします。以前授業中に、ある学生が私に、
先生、あなたは休みの日、何をしていますかと質問をしました。この場合、日本人の多くは、あなたとは言いません。例えば、先生は休みの日、何をしていますかこんな風に聞きます。日本語では、名前とか呼称、例えば、先生とか部長とかね、お母さんとか、そういうのを使って、あなたとはあまり言わないんですね。なので、例えば名前ですね。何々さんは休みの日何をしていますかとか、先生は休みの日何をしていますかとか、例えば部長だったら目上の人なので、部長はお休みの日何をされているんですか？こんな風に使います。じゃあ、あなたはいつどんな時に使うのかというと、ちょっとね、相手との距離を取ったり、相手を見下したり、下に見たり、怒っている時に使うことがあるんですね。なので、ちょっと気をつけた方がいいです。もともとあなたというのは、遠い場所とかね、方向を指す言葉だったそうです。それが二人称へと意味が変化して定着していったそうなんです。なので、相手との心の距離とか、物理的にね、体の距離を離したい時とか、怒っていることを伝えたい時には使えます。例えば、友達がちょっと失礼なことを言ったとします。その時に、ねえねえ、何それ、ちょっと失礼なんだけど、こんな風に言うと、冗談っぽく柔らかく相手に伝えることができるんですが、例えばね、ねえねえ、何あなたそれちょっと失礼なんだけど、こんな風にあなたを入れると、相手との距離がちょっと離れるんですね。それでさっきよりももっと相手に怒っていることを伝えることができます。さらに、何あなたそれすごく失礼ですよっていう感じで、失礼なんだけどとか失礼だよとかね、そういうんじゃなくて、失礼ですよということで、もっともっと相手との距離が離れて、怒っていること、自分は嫌だと思っていることを伝えることができます。なので、あなたを使う場面というのはちょっと限られてくると思います。もちろんね、これが全てではなくて、状況とか言い方にもよるので、これがね、今話したのが100%正しいわけではないんですが、ちょっと気をつけた方がいいかなと思います。なので、普通の会話では、知っている人だったら、最初に言ったように、名前とか呼称を使って、そして知らない人に対しては、あなたを省略して会話をすると自然になります。例えば、図書館の場所を聞きたいとき、ねえねえ、何々さん、〇〇図書館はどこにあるか知っていますか？こういう感じで聞けますし、知らない人だったら、すみません、あなたは〇〇図書館がどこにあるか知っていますか？ではなくて、すみません、〇〇図書館どこにあるか知っていますか？という感じで質問するといいと思います。あとは、よくドラマで見ると思うんですが、夫が妻にあなたと呼びます。これはね、ちょっと面白くて、江戸時代から使われるようになったそうです。そのようにね、言われていると。はい。奥さんが離れたところで暮らす夫をあなたと呼ぶようになったんですって。もともとあなたは遠い場所とか方向を表す言葉だと最初に話しました。なので、遠くで暮らす旦那さんのことをあなたと呼んでいたんですって。で、それがだんだん近くにいる、目の前にいる旦那さんのこともあなたと呼ぶようになって、そしてそれが今でも使われているということなのかもしれないですね。はい。ということで今日は、あなたを使うときはどんなとき？気をつけた方がいいこととは？というお話をしました。じゃあ、バイバイ。